ドラえもん。はい。これドラえもんのパチモン T シャツもしかして。これどこで買ったやつ？うちの母ちゃん買ってくれたやつ。最近ね、なんかね、こういうのを買ってきて、なんかこう面白 T シャツを俺に着せようっていう、なんかこう。北海道から送ってくるの？うん。後ろは無地。後ろ。後ろ。あ、あるじゃん、あるじゃん。ある。これちょっとタグ見てみましょうか。タグを見てみると。きちんとしてますね。本当？うん。アイアムドラえもん藤子プロって書いてある。あ、これ本物だ。本物ですね。すいませんでした。それさ、でも斉藤さんっていつもさ、スカジャンとかああいうのでこのさ、やっぱり本物だよね、あれ。ですね。ね。結局本物。何が？スカジャンとか着てるじゃないですか。RC と5。こんにちは。じゃあドスログです。はい。伊坂です。マックス斉藤です。はい、おめでとうございます。今日は告知プラスちょっとね、珍しい車の紹介というところなんですよね。まずマッド伊坂さんからね、小話があるということで。いや、ない。なんでいつもやってるじゃん。いや、もう全然考えてなかった。本当にね、伊坂さんだいぶ善人になろうって修正しとるもんね。昔は一番エッチなネタを言ってたんですよ。いろんな人が見始めたんでね。まずね、告知ということで7月の14日日曜日イベントの方をまた開催させていただきます。今募集の方をかけております。でいっぱいの人に参加してほしいなというところでこの動画を今撮ってるんですけれども、一応どんなイベントでどんな方に参加していただきたいかという趣旨の方をね、どちらに説明してもらいましょうかね。2人で説明して。2人で、はい、フュージョンってやってもらっていいですかね。まずフュージョンって。そうですね。はい、フュー、はい、やらないの？常日頃からですね、斉藤さんとこういろいろ話をしとって、自分こうなんですかね、ドスログの方でいろいろな自分らが作った車とか、あとお客さんの車とか紹介してるんですけども、こういろいろコメントいただいて、すごいなっていう意見もありますけども、でも多分見てる人の中にはこんなん大したことねえぞ、俺のがもっとすごいぞ。この間うちのお客さんでこう全国を回ってきた方がいたんですけども、よそのショップとか行ったらやっぱすごい車がいたんですね。そういう人たちの車みたいな集まりたいなっていう話をずっとしとって、動画を見てくださってる方の中で、俺の車はすごいんだぞっていう人が来てくれるは嬉しいなっていうので考えたんですけども、そのすごい車っていうのは毛が生えてるんですかね。それは人それぞれだと思うんですよ。自分がやってるようなくだらない改造もあれば、斉藤さんがやってるようなこうリアル系の改造、あとそうですね、もう本当に実車みたいにこう綺麗に作ってる人もいれば、あと板車極めてる人もいるだろうし、あとそんなこう敷居高くなくて、例えば TT ですね、 TT でも極めれば十分極物だと思うんで、なるほど。魔改造でそうこう大層に考えずに気軽に参加してくれればいいかなっていう、今なんだこうちょっと方向が変わってきたんですけど、そうよそのサーキットで結構ガチのサーキットあるじゃないですか。もう俺たちは競技志向だっていう、そういうところでビンビン走ってるところで、それうちですか？いろいろあるんですけどね。いろいろあるんですけどね。愛知県にもいろいろサーキットありますしね。そういうところでちょっとふざけた車走らせると、ちょっと白い目で見られるかなっていう人らで、ちょっと思いっきり走らせてみたいぞっていう人に来てもらってもよろしいですし、それいいね。あとそう改造しすぎてまともに走んないような車もあるじゃないですか。そういう人でも別にドリフトが綺麗に決まらなくてもいいんで、とりあえずプラスチックのタイヤがついてコースを走れればいい、そのルールです。みんなでワイワイやりましょう。やりたいね。それを見たい人も参加してください。斉藤さんからは？自分のイメージとしては某雑誌の自分の車を見てくれみたいな写真投稿する、シャンプロード？実際でああいうのもあるんだけど、某ラジコン雑誌でもいまだに写真投稿してこうやるみたいな、ちょっと以前自分も出したことあるんだけど、ああいうのに出してくるのって意外とすごいのが出てくるんだけど、ああいうイメージかなっていう感じで、それで走行の方は一応ドリフトするっていうのをイメージで、だからもうシャーシであれボディであれ何でも、もうバギーでありね、何でもありじゃないかなと思ってね。アメ車だったりもうかしがって走ったりだとか、ドアが開いたりだとか、いろいろするような車で、そういうのでこう何台も集まって、どこのサーキットでも1人か2人くらいね、ちょっと変わった人いるけど、そういうのがこう集まって走ったら面白いんじゃねえかなっていうイメージです。そういう人に集まっていただきたいというところですよね。
でまあ多分あとは、まあ、いろいろどんな風に作ってるんだろうっていうちょっと不思議に思ってる方もいると思うんで、そういうのが見たいよっていう方もねぜひご参加いただけたらなっていうふうに思っております。まあ、まかり間違ってちょっと自分もやってみたいんだけどっていうのがあればね、説明できる部分があれば、情報はいくらでも惜しみなく、ね、まあなんでジャンルはオールジャンルというところで、まあちょっと極めてあるようなマシンとかもあると面白いなっていうふうでね。でまあ当日アピールタイムみたいな。ああいいね。だからアピール炭素みたいな。そうそうそう。あかっこいいね。ここがアピールだぞって言って一周回ってきてみんなでこういう感じで。シャイで自分がで言えない人は代わりに私が説明したりとかもできます。紙に書いてね。あそれいいかもしれない。それはいい。あ別にシャイで喋れない人は僕がひたすらいじってもいいです。よくあるパターン。まあそんな感じなのかな。とりあえずじゃあ樹脂のタイヤを履いている肉。そうですね。ってことでいいですかね。まあタイヤはまあ2本以上ついてりゃいいんじゃないですか。コースを走れる大きさで。ですよね。これ魔改造です。魔改造ボディ。魔改造ボディ。だいぶ体に投資してるんで。当日はねタイヤはプラスチックのタイヤを履いているっていうことが条件なんですけれども、当日ちゃんとズボンを履いていただければパンツは履かなくても大丈夫です。自分からマシン紹介行こはい、じゃあ佐藤さんどうぞのマシンからお願いします。はいちょっと今回はい。ロングシャシで前のベルエアと同じこれ狭小のポンティアック GTO っていう車なんですけどね、まあ特段何も今回はしていないです。まあ多少ちょっと内装を作ったぐらいで、まあだんだん少しよくできるようになってきたかなという。そうですね。これ前にベルエアに乗っけてたハーレークイーンですね。う。これは自分で人形作ったのまた。いや、これは買いました。あら。魂売りましたね。はい。これ網も何自分で作ったの？これ網は三浦さんに言って作ってもらったんですよ。これは。もしかしてクラブの三浦さんに作ってもらったんですか？やめてください。すごいねこの網。ここれ 3D プリンター？そうですね。うわやべえ。はい。モスさんがね、この寸法がいいっていうのを書いていただいて、ワン普通のこういうのなんかね、そういうのもですね、これは頼んでいただけると作ってもらえるんで。すげえよね。だから当時そういうね自分でこうやってここをちょっとできないよっていうのがあれば例えば作ってもらうだとかね、そういうのも。もちろんそのイベントの日に相談受け付けますので、だよねよろしく相談じゃないですけども、これギミックとかないんですか？今回ないです。これない。これこれないです。は本当にシンプルに。ちょっと貸し借りをかけて走れたらなと思った感じですね。でもいいね雰囲気すごい出てる。じゃあ次行きましょうか。はい次行きましょ次は今回これ新作で、う。これさ内装とかやばいねこれ。エンジンもこれ全部そうです。自分で作ったの？そうですね。おこれなるんで。びっくりしたぶっ壊れたと思って。いやこれかっこいいこれね。見てくださいよ。もう今回これをもうちょっと見た感じで分かんないと思うんですけど、当然キットのボディだと穴が開いてるんですけど、ちょっと今回ほぼ分からないぐらいにできたんじゃないかなと。本当じゃん。何これ？シングしてある。でね、ほぼ分かんないですよね。一応こことこの辺に穴開いてたんですけど、本当は開いてるのこれ。いや全然見えない。一輪差しがついてない。そうな一輪差しついてるんですよ。あれなんかザ・ビートルとかもついとったよね一輪差し。そうですね。ニュービートルもついてます。ニュービートルあったよね。なんかそう言ってましたね。はい。これなんなの？これがですね、あれですよ。前回ちょっとペッカさんの方に今ここにいる伊坂さんと三浦さんと3人でお邪魔した時に書いていただいたんですよ。なかなかいい上手だね。いいセンスなんで。センスの塊だね。その場で書きましたもんね。そうなかなかマフラーもちょっとかっこいいんじゃないかなと。おおすごいじゃん。光を差してあります。まあちょっとオーバーフェンダーも切ってまた新たに。まあドアノブは小さくです。最近ちょっとこのテカる技術をちょっと覚えたんで、なんとなくテカらせる。次行きますか？次行きましょこれは動画にも出てるんで、まあこんなんでも参加できますよっていう。かかった費用が総額1万円もかかってないっていうシャーシでちゃんとドリフトしますので、これいいよねすごい。工夫さえすればどんな車でもドリフトできますよっていうので、まあ当日これも走らせますので。はい。そんな感じですかね。はい。はい、お願いします。とあとね、魔改造とかだけじゃなくって今回閉鎖という形で初心者のね枠というのもちょっとやっていきたいと思いますんで、そちらの方をねドクターミラーの方からご説明の方をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、いつもお世話になっておりますドクター三浦でございます。ですね、今紹介していただいた伊坂さんの方からですね紹介いただいたドレスアップのイベントですねと同時開催ということで、いつも毎月ラジコン統合でやってる初心者
イベントですね。初心者の方大歓迎。それでみんなでですねワイワイ練習して困ったことですね、よく聞くハッカーマンとかですね、それからアンプの設定ですね、サーボの設定、いろいろなことが混在している、ラジコンなんですけれども、それを一緒にね解決していこうという、気軽なイベントだもんですから、この中であと操作の方法とかですね、どういう風に走らせるとかっこよくなるかとかです、そんなのをみんなでですね相談し合ってやっていきたいなと思いますので、7月14日日曜日ですね、受付は10時からになります。ちょっと早く来ていただいてもね、この周りがやっぱり住宅街なので、9時とかに来ていただいてもご近所さん迷惑になっちゃうもんですから、10時を目指してね来ていただければ、10時から10時半までが受付の時間になりますので、この時間に来ていただければなというふうに思います。よくあるのがネットで見てね、はい、マシン作ったんだけど全く走らないっていう人はすごい聞くんですよね。そうですね、どうしてもねその中の情報だけでは全てのねサーキットをうまく走るっていうのは難しいんですよね。その人の指の使い方とか、そのマシンの特性とかね全部違うもんですから、やっぱりその人のやっぱオニワンの車にはその人に合ったセッティングをしないといけないものですから、その辺ねきちっと見てきますのでいい日になると思いますので、ぜひ、エントリーの方お待ちしております。はい、これ全くの初心者でもいいよね。もちろんいいです。大丈夫ですよね。もうなんなら組み立て途中とかね、でも大丈夫ですし、一緒に組み立てようというやつですね。そうですね、はい、配線の途中だとかね、どうしても本当はもっと単純な前進させたいのにバックしちゃうとかですね、右に切ってるのに左に切れちゃうとか、もうわけわかんない、どうしよう、なんていう人ね全然ウェルカムなので。はい、以前いたお客さんで、車を何台か作ったんですよ。で車は完璧にできてるんですよ。ただその人がドリフトっていうものをやったことがないから、この車は本当にいいのかどうかっていう判断ができない。で実際自分らが走らせたらちゃんと走りますから、これで練習してくださいっていう、そういうパターンもありましたね。ありますよね、それって。でわかんないんですよ。本当にやったことない人はプロの方がいるんで、見てもらいます。はい、一緒に相談させてもらいたいなと思います。はい、本当に最近ドクターって感じだね、三浦さん。いや本当にね、今日もあれですけど何台も見るんですけど、そうですね、気軽に声かけていただければと思います。ドルシャシとか全然関係ないので、タミヤでもね、ヨコモリもレベリーでも。じゃあ最後記念撮影しましょうか。記念撮影してみましょうか。じゃあいきますよ。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。はい、皆さんたくさんのエントリー待ってます。はい、バイバイ、さよなら。